かです。今日はちょっとインスタグラムの質問でもらってた Q&A をやってみようかなと思います。サンドイッチとカフェラテとともに美味しそう。なんで急に Q&A をやろうかなと思ったかっていうと、昔から私のことを知ってくれてる人はもうね知ってると思うんですけど、この YouTube ではあんまり自分の自己紹介っていうか、そういう話みたいなことをしてなかったなと思って、自己紹介的な意味も込めて Q&A やろうかなと思いまして、急遽思い立って質問もしあればって言ったんですけど、もともとこの YouTube を始めたきっかけは、自分の日記的な記録として YouTube に残していけたらいいなと思ったのがきっかけで、それと同時に、私今ココっていうミレイと一緒にやってる2人のユニットデュオがあるんですけど、そのチームとあとソロプロジェクトのエバーブルーグリーンっていうのを今年の3月自分の25歳の誕生日から始めて、こう2つ、ソロの方はまだそんなに始めて間もないけど、自分のパーソナルな部分というか、さきかってどういう人間なのかっていうものを知ってもらったら、より個々の方も自分のソロのエバーブルーグリーンの方も聞いてもらう人に理解度が高まるかなと思って、それもすごくいいなと思って YouTube をやっております。本当にただ私の日常生活というか普通の日々を撮ってるだけなんで、ちょっとホームビデオ的な感じにはなってしまってるとは思うんですけど、いつも見てくださってる方ありがとうございます。ちょっと前置きが長くなったんですけど、もらってた質問を答えていきますね。まず、さきかさんのお名前の由来を聞いてみたいです。私の名前は、これ本名なんですけど、さきかって、漢字で書くと咲く花っていう風に書いて、いつか私さきかという花を咲かせられるようにという意味なのかなそう思って、すごく自分の名前気に入ってるんですけど、由来はそういう感じです。休日は何をしていますか？休日は何してるかな。私ミュージシャンってあんま休日とかってそんなにないような気がしてて、こういう音楽制作とか、この YouTube もそうだし、編集とかもそうやし、そういうことが趣味みたいなところの延長線上にあるから、どこが休日でどこが休日じゃないのかっていうところがあんまり難しいんですけど、最近は本当に天気がいいのもあって、公園に行って歩いたりとかでも本読んだり映画を見たりとかっていうのはすごい休日してるなっていう感じはあるんですけど、本当にゆっくり過ごしてます。休日は。最近年を取ったなと思うことは何ですか？前まではこんな服買いたい、こういうメイクしたいとか、そういう服だったりコスメだったり集めるのも好きやったし、いろんなところ出かけていろんな人と会ってすごく刺激を求めてたような気がするんですけど、最近はほんとなんでもない日、天気だけでめっちゃ幸せやなとか、家で曲作って寝て、そういうゆったりした生活が好きになってきたから、これは年を取ったのではないかと落ち着いたかなという部分もありますね。まだまだ若いとは思いますけど、25歳。あと服のね、質問も結構いただいてて、センスはどう磨きましたかとか、服を買う時のこだわりはありますかっていう。センスはどう磨きましたか？そんなに私めっちゃ派手な服を着てるというより、着やすい服着てて着心地がいい服がすごい好きで、かつでも
カラーがあるものだったりとかも好きだから、そういうマッチングとかもコーディネートで楽しんでるとこはあるんですけど、でも映画とかドラマとか洋画がすごい好きで、今日この服着るとなんかこういう気分で外出れるとか、そういうのがねファッションのいいとこだと思うんですけど、服を買う時のこだわりはすごい自分飽き性だなってめっちゃ思うことが多くて、服に関して特に衝動買いした時の服がだいたいこう1年で飽きちゃったりとか、特に柄物とか飽きちゃうから1回持ち帰るようにしてますね、買いたいと思った時に。でほんまに買いたい、家帰ってでも買いたいと思った時に買いに行くようにしてます。あとはランダムに買うのではなくて、例えば友達から家族からもらったお下がりとか、友達がやってるブランドとか、なんかそういうものにストーリーがあるようなものやとあんまり手放さないなっていう感覚があるから、そんな感じで買ってます。あとスキンケアを教えてください、何肌ですかっていうことなんですけど、スキンケアここではちょっとお話できないから。あと普段どんな本読めますか、どんな本読んでますかって、多分直近で私が本読んでるポストをしたからかなと思うんですけど、ちなみに今日最近読んでた本持ってきたんですけど、少女は卒業しない、もう完全にタイトルに惹かれて今読んでます。本屋さんに行くのが好きなんですけど、本屋さん行ったら大体自分こういうジャンルに惹かれてたなとか、こういうことに興味あったなっていうのがすごい思い出せるから、本屋さん行くの好きなんですけど、ほんまにその時に吸い付けられるように、うわなんか面白そうって思った本を読んでます。だからもう自己啓発本系やったり、ビジネス書系やったり、小説やったり、めっちゃバラバラなんですけど、でもなんかこういう青春っぽい物語の小説がめっちゃ好きで、映画もそうなんですけど、なんかもうこう戻られへんノスタルジーさをすごい感じるので、青春の物語って、だからすごく好きで今読んでます。日頃から大事にしている信念的なものはありますかとか、日常生活で意識していることとかありますかとか、健康に幸せに満足度の高い日々を送るしんどい時の気持ちの切り替え方やリフレッシュ方法、私はすごい単純な性格なので、だいたいしんどい時とかちょっと落ち込んでる時とかで、物理的に例えば運動してないとか、いっぱい寝れてないとか、一人の時間でこう休息する時間がないとか、そういう感じなんで、とにかくまず普通のいっぱい寝て美味しいご飯食べてで運動してってすると、大体のことは満たされますね、自分の場合、私の場合。あとは人に話聞いてもらうとかね、そういうことしたら大体自分の今やらなあかんこととかやるべきこととかが明確に見えるから、まずそれ以外のストレスになるようなものを排除して健康的でいい生活を送るように心がけますね、そういう時。はい。曲はどんな順番でどんな感じで作られますかとか、音楽を始めたいけどどこから作り始めればいいか分かりませんとか、音楽についての質問もいただいたんですけど、なんか曲作りって、私音楽作るの好きなところって本当に正解がなくて全部が正解っていう、この何も間違いがないっていう作品として消化されるから、これが私の一番好きな自由なところがすごく好きなので、なんか本当にその日の気分とかその時に聴いてた曲でこういう曲作りたいとか、すごく自由に作ってるので、これから音楽始めたいっていう音楽仲間になる人がいれば自由に作ると楽しいと思います。私も理論知りたいとか
もっと勉強しないとみたいな思うとこもめっちゃあるけど、そんなこと考えずに感性で楽しく作ってそれが作品になるから、でそういう作品の方がこう何か気持ちとかメッセージが伝わってたりすると思うので、私はそういうところも意識してあんまり型にはまりすぎないように曲作ってます。個々としての目標はありますか？個々としてはもうみーちゃんと曲作ったりとかライブしたりとか一緒に活動できてることがとっても楽しくて、だからこれがこう2人らしく私たちらしくいいなと思う音楽をずっと続けられたらいいなと思いますね。でもちろんそれを聞いてくれる人がもっと増えたらもっとやりたいこととかできることも増えるから、聞いてもらう人を増やすためにも頑張りたいなとも思うんですけど、こことしてはみーちゃんとここという作品を作り続けられたらいいなとこれからもずっと思います。エバーブルーグリーンの新曲を出す予定はありますか？ライブの予定はありますか？とかも聞いてくださったんですけど、新曲は今 EP を作ってて、個人的に次は EP を出す予定です。ライブはちょっとまだ考えてないですね。なんかあんまり想像ができなくて、結構こう自分の世界の中で作ってる曲たちだから、こうライブでこう披露するみたいな風な想像があんまりできなくて、いい機会があったりとか、自分がいいなと思うタイミングでできたらなと思っています。こんな感じかな。ちょっと長くなったけど、これからも自分のライフスタイルを通じてこういう景色、こういうのを見てるからこういう音楽が作られてるんですっていうのを少しずつ見せできたらいいなと思うし、自分の将来見返するための記録としても YouTube 続けていきたいなと思ってるので、これからも YouTube 見ていただけたら嬉しいです。